ニコン Z5-2 で 35mm 対決 F1.4vs F1.8S。 はい、皆さんこんにちは、ながチャンネルです。今手元に借りてきたニッコール Z35mm F1.4 があります。こちらは自分が所有しているニッコール Z35mm F1.8S です。同じ焦点距離の2本のレンズで 35mm 対決をしてみます。 Z35mm F1.8S は高い描写性能が得られる S ラインのレンズです。 Z35mm F1.4 は S ラインの F1.8 よりも明るい F1.4 で Z50mm F1.4 と全く同じサイズで重さも 5g しか変わらない動画撮影に適したレンズです。 35mm は広角レンズではありますが、今の時代の標準レンズともいえる画角です。性格が異なる2本のレンズをテストして、それぞれの優位な点を明らかにします。それでは、Let's get started!ながチャンネル。1、解像感。おしゃれなスタジオでチャートを撮影したいところですが、いつもの和室で撮影しました。左が 35mm F1.4 の絞り開放 F1.4、右が少し絞って F2.8、中央部はよく改造しています。周辺部もよく改造しています。200% まで拡大すると F2.8 の方がくっきりしていることがわかります。左が 35mm F1.8 の絞り開放 F1.8、右が少し絞って F2.8、中央部はよく改造しています。周辺部も絞り開放からよく改造しています。2本のレンズを絞り開放で比較してみます。左が 35mm F1.4 の絞り開放 F1.4、右が 35mm F1.8 の絞り開放 F1.8、中央部の改造感はほぼ同じです。周辺部は 200% まで拡大すると F1.8 の方がくっきりしていることがわかります。 35mm F1.4 は絞り開放では柔らかい描写が特徴と言われています。もう少し差があると思いましたが、チャート撮影では 200% に拡大して差がわかる程度でした。2、フォーカスブリージング。35mm F1.4 です。わずかながらフォーカスブリージングがあります。 35mm F1.8 です。同じくわずかながらフォーカスブリージングがあります。35mm F1.4 は動画撮影に適したレンズと言われていますが、ブリージングが残っているのが意外でした。ながチャンネル。3、最短撮影距離。アガパンサスの花を最短撮影距離で撮ってみました。
35mm F1.4 の最短撮影距離は27センチです。左が絞り開放 F1.4、右が少し絞って F2.8。絞り開放だと柔らかい描写であることがわかります。重なった鼻のボケ具合を見ると F1.4 の方がいい感じかなと思います。35mm F1.8 の最短撮影距離は25センチです。左が絞り開放 F1.8、右が少し絞って F2.8。F1.8S は絞り開放から解像感が高く、おしべまでくっきり映っています。F2.8 まで絞ると、花粉の粒までくっきり映っています。絞り開放同士で比べてみます。左が F1.4、右が F1.8 です。自分は F1.8 のくっきりした写りが好きです。4. 玉ボケ。 35mm F1.4 の玉ボケです。左が絞り開放 F1.4、右が少し絞って F2.5。 絞り開放の F1.4 は中心部はまん丸で、周辺部もわずかに歪んでいますが十分綺麗です。少し絞ると周辺部の歪みは解消されますが、少しだけ角張ってきます。35mm F1.8 の玉ボケです。左が絞り開放 F1.8、右が少し絞って F2.5。 絞り開放の F1.8 の中心部はまん丸で、周辺部はレモン型です。少し絞ると中心も周辺も最高に綺麗な玉ボケになります。発売されたのが古い 35mm F1.8S ですが、S ラインのキレキレの解像感と綺麗な玉ボケの美しさで今でも十分な性能を誇っています。最新の 35mm F1.4 は絞り開放と少し絞った状態で性格の異なるユニークなレンズです。ZR のブリージング補正をかければ動画用のレンズとして最適だと思います。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。